2023年4月から6月までの牡牛座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。4月から6月までの牡牛座さんのリーディングを行います。まずこちらにテンペランスとくつみ様の聖なる空間というカードが出ております。自分で自分のエネルギーを調整して本来の力を取り戻していく。自分の根っこの部分とつながれる時になると思うんですけれども、その本来の力を取り戻していくために、聖なる空間と書かれてますが、この空間に関して変化が起きていく。それは心の中だけではなく、実際のあなたを取り巻く空間、居場所に関して大きな変化が起き始めていくんじゃないかなって思うんですが、こちらにテントのカードも出ておりまして、この時の変化というのは仮のものであって、おそらくこの次の段階でとても大きな居場所に関する変化がある。というのも、こちらにいて座満月のカードが出ておりまして、広い視野を持ちましょうというメッセージが書かれてますが、もっと大きな世界に広い視野を持って旅立ってくださいって言われていまして、こちらにライオンの行動するときというメッセージのカードが出ておりますが、この本来のあなたの力を発揮して活躍していくためにも、それにふさわしい活躍の場所に移行していく。ですので、この居場所の変化というのは、お仕事の居場所の変化の場合もあれば、住んでいるお家の場所の変化、あなたが活躍していく場なので、創作の場だったり、趣味の場だったり、勉強の場だったり、何を言って活躍していくのかによって、そしてあなたの視野がどれだけ広がっていくかによって変わってくると思うんですけれども、こちらにソードのページとソードのナイトも出ておりまして、その居場所の変化というのが、お仕事の変化であっても、プライベートの変化であっても、あなたの知性を磨く環境が変わっていく。それはこれを勉強したいと思うものに出会う。あなたの視野を、あなたの世界を広げてくれるものに出会う。あなたのレベルにふさわしい学びの場に出会える。お仕事場に出会える。そしてこちらに、ストックのフォーカスというカードも出ておりますが、あなたが集中できる場所に移行していく。そしてこのテントの仮住まいのような状況というのも、お試し期間を経て、次の本格的なものに移行していく可能性があると思うんですけれども、例えば本格的にお引っ越しをする前に、数週間とか1ヶ月ぐらいその場所に住んでみるとか、あとはこの世界が広がっていくというイメージもあるので、海外も視野に入る方がいるのかなって思ったんですけれども、それは海外留学をする、海外で暮らし始める、海外でお仕事を始める、そういう大きな変化の場合は、この時から本格指導するのではなく、お試し期間のようなものを経て、この期間以降に本格指導していくというのがとてもおすすめかなって思います。例えば数週間1ヶ月ぐらい
その移住しようとしているところで暮らしてみるとか、そしてその移住というのは、先ほど海外と申し上げましたが、海外ではなくても、全く生活を変えてしまおうと思っている方もいると思うので、例えば、ずっと都会暮らしだった方が、田舎暮らしを始める。それもあなたの心が、あなたの本質が求めていて、ですので、その移住というのが、田舎に引っ越すという場合でも、海外に引っ越すという場合でも、その移住によって、あなたのエネルギーのバランスが整っていくので、健康面でも、そしてお仕事をされている方の場合は、お仕事の面でも、そしてパートナーの方との関係、あなたの生活にとって重要な方との人間関係においても、とても良い影響を与えていくって言われています。こちらにペンタクルのクイーンも出ておりまして、その居場所の変化というのが、理想の生活を手に入れていくことにつながっていく。そしてその居場所の変化というのが、お仕事場の変化という場合もあると思うんですけれども、お家でお仕事をされている方の場合は、そのお家の環境の変化というのが、あなたが本能的に求めていることなので、その変化によってお仕事にとても良い影響を与えていくと思いますし、お仕事をしている場所、職場が変わっていくという場合も、その場所の変化によって、あなたの本来の能力を活かせる、あなたの知性を活かせる、それまでお仕事がうまくいってなかった方の場合は、環境が良くなかった可能性があって、あなたの能力を発揮できる環境になかった。中には自然と職場環境が変わっていく方いらっしゃると思うんですけれども、例えば転勤になる、部署移動になる、上司が変わる、その職場環境に変化がなく、しかも自分の能力を発揮できなくて、そのストレスが体調面で現れている方の場合は、この視野を広く持って行動するときと言われていますので、転職に向けて行動を起こした方がいいかなって思います。そしてその転職でとてもおすすめなのは、こちらにペンタクルの2も出ておりまして、最近増えてますけれども、副業ができるところ、とても才能が豊かで器用な方多いと思うので、自分の才能を持て余さないためにも、複数お仕事を持つ、それも必ず一つは楽しめるもの、そういう副業をもともと持たれている方もいると思うんですが、もしない方は、この時期それを見つけて行動に起こすタイミングの時になると思います。もしかしたら転職をしなくても、その自分が行って楽しくてお金になるような副業を見つけることによって、自然とエネルギーのバランスが整って体調が良くなってきたりとか、その副業が本業の収入を上回っていくこともあると思いますし、その副業でも本業でも、この時あなたのスキルが磨かれていくタイミングでもあって、それは例えば転職に向けてあなたに必要な資格を取っていく、自分の特技としてアピールできるものを身につけていく、外国を視野に入れて外国語の勉強を始めていくとか、本来の自分の能力を活かしていくために、どんなスキルが必要なのかということに気づいて、それをすぐに磨いていける。ですので、この時始めたばかりであっても、すぐに身についていく方いらっしゃると思います。それだけ集中できる環境に移行していってるんですね。それがたとえ仮住まいの環境であっても、とても視野が広くて、これをこうしていったらこうなるというような予想図がはっきりと見えているので、とても集中して勉強できる。そしてこの時人間関係で変化がある方の場合は、ほっとする関係に移行していくんじゃないかなって思ったんですが、無理をしないでいい関係、争いが絶えない関係ではなく、癒される関係の方に移行していく。なので、職場環境が変わる方の場合は、言い争いが絶えないような環境から、癒し系の職場に移行していくとか、それは恋愛の場合でも、
喧嘩が絶えなかったり、その二人の関係で悩んでばかりいたような恋愛から、一緒にいると癒される恋愛に移行していく。そしてその癒される関係というのが恋愛で始まっていく場合は、女性の方が年上の可能性高いと思います。そしてとても知的な関係という感じがするので、あなたが何か学びたいって思って、その勉強を始めたことによってその方に出会うとか、お相手の方もとても聡明な方だと思います。もっと広い世界を見るために、自分の可能性を狭めないために、未知の領域に飛び込んでいくというイメージが強くて、それは知的レベルで未知の領域に入っていくという場合もあれば、居場所で未知の領域に入っていく。今まで全然付き合ったことがない人と付き合い始める。いろいろな形があると思うんですけれども、その冒険のようなことというのがあなたを癒して本来の力を取り戻すきっかけになる。そして理想の生活を手に入れていくきっかけにもなると言われていますので、この集中できる環境でご自身の魅力や能力を磨きながら、あなたをより活かしていく広い世界へ移行していくために行動を起こしていただきたいなと思いました。それでは4月から6月までのお牛座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。